前回は初の歩き旅で苦労するシーンもありましたが、チリの人に助けられなんとか進むことができました。今回は歩き旅の装備も整え、コツもつかんでいきます。果たして順調に進むことができるのでしょうか。女子2人が助けてくれました。旅の戦略を変えます。荷物を次の町とか次の町に送るっていう風にしようと思います。で、移動に使う荷物最低限にして歩く負担をちょっとね軽くしようと思います。若い子に聞いたら送るサービスあるでって言って、とりあえずテムコまでは届けれそうなんで、次の大きい町果たしてうまくいくのでしょうか。どんぐらいスピード、旅の効率が変わるのかわかんないですけど。Eso van a andar. ¿Para dónde va esto? La dirección express. Sí. Sí. En el... OK。グラシャス、ありがとうございます。荷物配送サービス初めて利用してみました。それ次のテムコまでは行けるみたいです。で、その次のクンコまで行けるけど、それより東はもしかしたら無理かもしれないっていうことなんで、でももしこれがうまくいけば旅がめっちゃスムーズに楽になります。これ薬局行きたいんですよね。テーピングとガーゼをちょっと足補強したいんで。ありました。包帯系、これ靴下とかガーゼとかテーピングの包帯とかたくさん買いました。この街のおかげでだいぶこれからの旅はスピードアップというか躍進するんじゃないかなと思ってます。出ようと思ったけど雨降ってきたー。マジか、すぐやむやつかなこれ。ホストのアンマがこのジャム一緒にパン食べようぜって雨降ってきたし、待ってる間ジャムパンタイムです。Hello。いらっしゃい。見てください。ありがとうございます。はい。いらっしゃいます。ありがとうございます。いや、いいホストの方でしたね。予報に出てなかった雨でちょっと出発が遅れたんですけど、荷物がめっちゃ軽くなりました。3分の1か4分の1ぐらいになったんちゃうかな。あと足もテーピングしてだいぶ痛み軽減されました。ヌエバ・インペリアルという町、お世話になりました。ありがとうございました。日本の人に分かりやすく言うと、渡月橋から南禅寺まで歩いてるんですけど、ヌエバ・インペリアルはどこやろ、花園らへんですね。花園、王将がある花園らへんです。で、今からテムコっていうのが結構大きい町なんですけど、その中間にあるラプランサっていう町、今日向かいたいと思います。多分普通に歩いたら20キロぐらいなんで、荷物も軽くなったし、足のコンディションもちょっとマシになったんで、どうなんでしょう、結構イージーにいけると思います。ミスター、また歩くアプリのやつオンするの忘れてました。どんぐらいやろ、2キロぐらい歩いたかな。いっか、しゃあないっすね。1日2日目の足の痛みピークの時はこっち歩くん怖かったんですよ。砂利ほんまこの 1,2 センチの石踏むだけで激痛走ってたんですけど、でもやっぱりここ車ビュンビュン通って車にも迷惑やし、できるだけこっち渡ろうと思ってテーピングしてるんであんま怖くないです。テーピング偉大ですね。全然違う痛みが完全になくなったわけじゃないんですけど、かなりマシになりました。歩ける、なんとか。飲み物だけ買おうかなと思ったんですけど、ちょっとでもね身軽でいたいって
500のペットボトルですら重いかなと思って、まだ1本弱あるんでこのまま歩きます。マプーチェ族のフラッグで、最初何かわからんかったんですけど、現地の人に聞いて誇りを持ってるってことですよね。かっこいい。ケロカミナルグラシャス、ムチュグラシャス。ほら、もう約半分行きました。もう10キロ切ってます。体力全然余裕やねんけど。行きましょう。ありがとうございます。順調に行けば今1時15分ぐらいなんですけど、2時間で着くかな。ちょっと走れんで、この、いや、あかんわ、走ったらあかんわ走らんけど、でもそれぐらい余力あります。ほら、人に会うより鶏をよく見るこの感じ、アンガウロ思い出しますね。Hola, hola, hola. なんかだいぶ街っぽくなってきた。多分もうすぐです。あれ何？Hola, hola, hola. Hola. Lo que dije yo, sí, una hamburguesa. Ya. Gracias. Amigo, ありがとう。Gracias. ハンバーガー作ってる。おお。Gracias. お姉さんに任せますって言うからめっちゃでかいの届いた。こういうの食べた後のコーラほんま美味しいですよね。こっちが不利やったんちゃうかみたいな、助走やったんちゃうかみたいな、こっちが本番ちゃうぐらいうまいですよね。ムイリコ、グラシャス、グラシャス、ありがとう、グラシャス。ブッキングドットコムでなんかスムーズにいった試しないんですけど、最悪や。ホストと連絡取れへんから、ちょっともう予定変更してこのまま歩き続けて15キロ先のテムコにも向かおうと思います。体力は大丈夫なんですけどね、ちょっと足先がやばくて、今のところブッキングドットコムでいい思いしたことないです嫌いやわ。ちょっと僕が行ってるエリアが正直結構地方なんでしゃあないっちゃしゃあないんですけどね、15キロなんで 3,4 時間ぐらいかかるのかなと思います。で次のホストに連絡したらたまたまいや全然いいよみたいな言ってくれたんで、ラブランスありがとう何の思い出もないですけどテムコに向かいます。ラブホや、エロホや、エロホテルチリにもあんねや。よかった。もう一駅頑張りましょう。なんか街に近づいてきたって感じですね。もうちょいや。めっちゃ困ります。
信長さんちゃう。悪い描かれ方してんな。30キロやっぱりさすがに。でも初日とかよりは全然楽です。やっぱり荷物軽いんで。全然疲労度はもうまだまだ、なんやろ、携帯の電池言ったらまだ 35% ぐらいある。ただやっぱ足先と太ももとかの筋肉がそろそろやばいっすかね。もうちょいです。頑張ります。この辺の街並みむっちゃ綺麗。デンマークの地方行った時こんな景色でした。南米と北欧似てるっていうのはちょっと失礼な例えかもしれへんけど、いいっすよね。なんか日本と全然ちゃう風景やから綺麗。すごーい。これ充電できんのかな。これタイプ C。 iPhone いけるかな。無理かな。これ知らんやつやな。これ知らんやつやわ。あれアートシンプルゴミ満載。これ折り紙。¡Ay, hermoso! Yo igual hago origami. 8本折り紙。 Origami, Amigo. sí, bien. Gracias, ありがとう。 De la suerte. Este para mí. Sí, Adelante. sí. あ、こっち Muy rico. もうリコ。 Rico, muy rico. あ、これがこれで、こっちがこ Sí, んな。 sí. Solo me falta este. オッケーオッケー、あ En り un がとう。 rato más, pero Ah. muy rico. 本当に？ああ。高いに曲がってんねん。サンタ。やった、いけた。この町でちょっと荷物、このバッグに補充して、また次の町、クンコっていう町でバッグを受け取るっていうことができました。手続きちょっとね手間取ったんですけど、次も、60キロなんですけど、30キロハードですけど歩いて、でそこでまた荷物受け取って、このペースで進んでいけたらなと思います。よかった。この作戦めっちゃいいよな。チリエキスプレスの僕はファンになってます。めっちゃ都会やで。この街でちょっと入手しておきたい靴のカバーとか絶対手に入れておきたいんで、テーピングもちょっと足りひんし、すいません、重要な情報忘れてました。渡月橋から南禅寺に行く、日本の人に分かりやすく言うと、テムコはそうですね、円町ですね。ここ円町です。言うたら橋と橋の町をつなぐちょうど中間の町で、かつ一番大きい町です。ですかね。ならではなんですけど。外してお店の方にちょっと付け方を教わりました。この町で一番手に入れたかった靴の泥よけ、砂利よけの装備、忍者装備でいうキャハンみたいな、絶対欲しかったんで手に入れることができました。多分これから山に近づくにつれてこの装備がめっちゃ役に立つと思います。テーピングに30分ぐらいかかりました。でもこれの重要性分かってるんで、お世話になりました。ありがとうございますありがとうって手紙だけ書いておいた。朝早いんでちょっと最後の挨拶できなかったんで、行きますか。行きましょう。100% ではないけど8割方いい感じです今。
うわ、慣れるといいな、早く。寒チリ朝と晩は冷えます。今10度なくて多分8度か9度ぐらいです。で今から次クンコっていう町に向かうんですけど、中間の町今日は目指してます。でこっからが多分山の方に向かってちょっと高低差があったり砂利道増えたりするんで、どうなるんでしょうか。でも装備整えたし、なんとなくこう旅のコツ掴んできた感じがするんで、いける気します。頑張りましょう。ナビ的にはあっちの道なんですよね。でもちょっと車ビジーすぎるんでぐるりしますけど、ちょっと歩きやすい道優先します。あ、歩いてる人おる。ジモティーの方についていくか。スモッグっぽくなってますね。川綺麗ですね。なんかあそこ岸館見た感じあるなと思ったら鴨川デルタやん。ちょっとホームシックなりそうです。あそこ鴨川デルタです。あの辺が出町駅です。京阪ナビに逆らおうと思います。大通り沿い楽しくないんで内側入っていこうと思います。京都と同じ理論です。細い道の方が多分おもろいです。あと静かですしね。うわ、まあまあ坂や。もう間もなく多分テムコを抜けます。ありがとうございました。テムコスタート地のプエルトサーベドラぐらいなんか思い出が強いというか印象深い街です。次チリに来たら絶対訪れたい街ですね。テムコ人も良かったし街も好きやしホストも優しかった。ほんまイカルマ見えたで。だいぶ街抜けたなって感じの風景になってきましたね。あの子とめっちゃ目合ってる。何あの変なアジア人。あれやね、川を見るとやっぱり鴨川を思い出すね。これ今出川橋ちゃう。ここまっすぐ行ったら100万遍くんこイカルマ。これ出てんの嬉しい。でも数字出てる反面まだ120以上あるんかって思ってしまいますね。テムコがなんか中間っちゃ中間なんですけど、やっぱ距離的にはまだ4割ぐらいですね。次のクンコが距離的には真ん中ぐらいになるんじゃないでしょうか。でも近づいてる、着実に。街もいいっすけどやっぱこの緑いっぱいの景色いいっすね。綺麗。オラロラおにぎりまさかチリの地方でおにぎり食べれると思ってなかった。パワー出るわ。ちゃんと美味しいです。おにぎりも食べたし行きますか。ありがとう。あと 7.5 です。雨降らんといいな。なんかちょっと雲が前ばっか見てたけど後ろもかっこいいですね。こと言うてもた。前しか見えひんねん。これからは後ろもちょっと
ちょいちょい見てみようと思います。後ろは後ろで綺麗ですもんね。ええやん。来た。後ろええやん。いいな、俺が歩いた道。ちゃうわ、チリの人が作った道や。ちょっとだけ坂なってます。あと6キロちょいなんで頑張ります。これやっぱ優秀です。全然砂利入ってけへん。一回も砂トントンシーンやってないですもん今日。あるわ。ちょっとだけ休憩させてください。あと 3.5 キロぐらいですかね。グラシャス、チャオ。チャオ。標識見えてきた。イカルマ113。おお、まだまだあるけど確実に減ってってる。これでやっと半分って感じか。ほら。うわ、結構体力削られますね、あの坂。やったー、平たい道。雨降ってきてます。もうちょっとが遠いな。行っちゃった優しい。車のおっちゃんが声かけてくれました。乗るかみたいな車は正直治安の件まあまあ心配してたんですけど、今ほとんど心配してないです。ゼロではないですけど、声かけてくる人みんな優しいし、乗るかとか、なんか飲み物いるかとか、飯食ってけよみたいな感じ。みんなチリの人優しいです。先見えたけど坂えぐ、今までの坂で一番えぐい。雨降ってきたし、正直傘欲しいなって思うぐらいの。見てこれ、めっちゃ坂えぐ。綺麗やん、ええやん。登りきついけどもうちょいや。あと2キロ前後かな。ほんまもうちょいなんですけど。ちょっと待って、またこんなん続くやん。今日の最後の難関な気します。あの坂越えてちょろっとしたら宿に着きます。売店ないんかな。なさそうやな。しくったな。ここ表札とかそういうのが一切ないねんけど、ここ入っていく感じかな。見てこの景色。ポートボールできるで、ポートボール。歩き旅、地方回ってるからこそですよね。都心部でなかなかこういうホテルというか宿ないんでありがたい。チリ来てからのあるあるですよ。薪ストーブで洗濯物乾かすっていうね、めっちゃすぐ乾きます。ここでも暑いもんな。暑い。おはようございます。今6時40分ぐらいなんですけど、出ようと思ったらまさか雨降ってきてかなんな。すぐやめやつかなこれ。今気温5度ぐらいです。いけるかな。さっきよりは弱くなったんですけど、
僕は気象のこと別に詳しいわけじゃないですけど、なんとなく行けると思うんで行きます。あ、行けそうですね。ちょっと曇りっちゃ曇りやけど、あっちの方進行方向暗いけど青いとこちらほらあるんで、ちょっと出発が30分ぐらい遅れちゃったんですけど、行きましょう。今日は30キロ以上歩きます。寒ー。はよあったくなるといいですね。やっぱ朝寒いっすね。めっちゃ寒い。明らかに服足りてないです。今からクコっていう町に向かいます。クコはですね、渡月橋から南禅寺に例えると二条城ぐらいですね。今二条駅から二条城に向かってます。遠い。雨やみましたね。よかった。ほんまに朝の30分だけやったんかなと思います。出発前のチリの歩き横断旅の神様がお前気抜くなよって気つけろよっていう、そういうサインなのかなって受け取ってます。半分超えたんでね、もうちょいなんで、なんかいろいろ自分なりに旅のコツというか、荷物ゲーやなとかテーピングゲーやなとか、あと早起きも大事やし、気抜かずに怪我なく事故なく帰りたいですね。めっちゃ坂。人生やん。上り坂下り坂、人生やなこのチリの旅。いちいちね、感情に負けず淡々と進むだけですよ。自信っていうのは根拠なく湧くもんちゃうくて、結果に対して自信がつくんで、それまではとことんやるのみです。行動を起こす前から自信が欲しいとか知らんがな。めっちゃまっすぐ、こうまた登ってちょっと下がってまた登る。おー、ギューン、長島スパーランドやん。すごいな。おお、もう見飽きたこの絵。俺も。走りてー。太もも。ちょっと晴れ間が、曇りも悪くないですけどね、やっぱ晴れてる方がええで綺麗やわ。クンコまであと24キロです。イカルマの数字出んの嬉しいですね。なんかゴールが見えてきてる感じがして、辛いでも太ももが。久しぶりのカーブです。10キロぐらいずっとひたすらまっすぐやったから、なんかちょっとカーブが嬉しいです。刺激を求めちゃうんすかね。ないものねだりっすね、人というものは。晴れたー。キラン。いいね、晴れの色。やっぱりこれっすよ、チリの晴れ、チリの色。ついに今日これが言う時が来るとは。暑っ。ずっと寒かったから、お腹空いたからこのクッキー食べよう思ったんですけど、水分がないからね、これしかないんですよね。ミニマートとか売店が全然ないこのエリア。行きますか。イエイ。わー、天気綺麗。すごっ。あれ何？菜の花かな、黄色いお花のゾーン。すごー。この辺までやと思ったら全部や。あっちまで。はあ。ここからもう全部。
菜の花黄色ゾーン終わったありがとう。ちょっと癒しもらいましたね。ずっと緑青って感じやったからいいですね。ミニマートないのちょっとあれやな、危機感持ちますね。絶対ある表だ。こっから山に向かってはこんな感じ少なくなってくるかもしれないんで気ぃつけやなですね。羊さんみんな下向いてはります。電車乗った時の現代人みたいですよね。みんなスマホ見てるみたいな。暑っ。脱いだり着たりしてます。このね太陽さんとのね読み合いなんですよ。雲に入ったらめっちゃ寒なるんですよ。今日道的には起伏少ないしずっとまっすぐやから肉体的には楽なんですけど、なんかやっぱ変化なさすぎるとあれですね、しんどいですね。メンタル的に今日メンタルの日やわ。あれお店あるんちゃうかな。あれちゃう。来たついに見える。エンパナーダあれこっち。お腹すいた。おお、何それ。ありがとう、グラシャス。飲み物欲しいな。Tengo Fanta. あ、ファンタ、シー。お、ここちっちゃいの。グラシャス、ありがとう。シー、グラシャス、ありがとうございます。よいしょ。はい。グラシャス、グラシャス、もちろんグラシャス、ありがとうございます。おいしい。で、めっちゃ水分持ちになった。水分貧乏からおまけでお前このパンも食えっつってパンいただいて、もうお腹パンパンです今。くんこまであと10キロですねイカルマの表記がもう2桁でしたね。ちょっとゴールが見えてきた感が。疲れた。あと7キロちょいのとこまで来ました。ここ曲がる。間違えたらあかんで。あれさ、あの山アンデス山脈ちゃう？知らんけどちゃうかな。Hola. Ya, quiero caminar, Kunko. Gracias. Quiero caminar. Gracias. ああやって車止めてくれて乗ってくかみたいな感じで言ってくれて、ほんまありがとうですね。感謝しかないです。チリっていう国初めてなんで、やっぱり最初の何回かはなんか警戒してたんですけど、ゼロにするのは良くないですけど、ほぼ警戒してないですね。また申し訳ないなーって、なんか乗ってくかみたいな感じで止まってくれたんやろうなー思いながら、いや歩きたいんすよって。ありがとうございます。quiero caminar. Caminar. Gracias. Gracias. もうちょいや。疲れた。結局ミニマート売店1軒もなかったっすね。どっかであるやろってなんか当てにしてたん。怖いっすね。危な。おっちゃんのお店以外なかったんで、おっちゃんは命の恩人です。運よくスポーツ用品店あったから膝サポートありそうと思ったんですけど、手に入れたの靴下でした。いやでも靴下もありがたい。ちょっと1個失ってたんで。
コンプリートの友達だと思います。潜水艦のプラモデルぐらいある。いいプラモデル。でかっ。次のサル旅はチリ歩き横断編完結編です。国境に近づくにつれ環境もより過酷になっていきます。果たして無事に横断することができるのでしょうか。次のサル旅もぜひご覧ください。